はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回ね、12月までの気をつけることという動画で大まかな流れをお伝えしたので、こんな流れなんだなって分かった上で、今この10月末っていう風に意識していただけるとより一層活かしやすいと思います。それからこのカペランの方とご予約いただいた皆さんありがとうございました。こちら14日までの予約受付になっています。予約特典としては、このいつもね占っているスプレッドのやり方や星のねキーワード集なんかもダウンロードしていただけます。でまた今回のこのカペラノートって1ヶ月ごとのねエネルギー解説が結構充実してまして、さらには新月のワークも入れています。この新月はこういうエネルギーだからこういう願いがいいんじゃないかみたいなのを毎月私のおすすめワークとして載せていますので参考にしてください。そして手帳は必要ないんだけど星の情報だけ知りたいなという方には PDF での販売も予定しています。これは11月末ぐらいからになります。で PDF は PDF の特典がありますのでそちらも楽しみにしていてください。では行きましょう。10月後半ですね。どうでしょうか。10月後半って17日にお羊座で起こる満月があります。でこれは9月18日に起きた月食から続いているというかね、月食結局満月ですよね。で10月の3日が日食があって、そして17日で完結するみたいな感じがあるので、何か大きな節目になるんじゃないかなっていう気はしています。ちょっと見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの8、ペンタクルスのプリンスですね。ナイト。そして戦車、ワンドに、死神、女教皇、太陽、すごい。はい、それから、ムーン、お月さんとバンドの4逆とオラクルはカップの4逆です。面白すぎませんか、このリーディング。すいません、解説します。まずですね、10月の後半っていうのは特に23日までが強いんですけれども、前回のね3日の時も入っていましたけど、人間関係が非常に濃いわけです。で何か新しい関係性始まりますよねっていうことなんですけど、単に新しい人と知り合う機会がもちろんあって楽しかったっていう方もいらっしゃるかもしれないし、またはその誰と出会うかっていうことよりも人との関係の中で何か大きな気づきがあるよっていうのが、17日のメッセージなんですね。なのでいいこととか悪いことっていうのは全然関係なくって、自分の中に芽生えているというか、何か感じている他者との関係の中でこれを大事にしたいとかこうありたいとかっていう思いがちゃんとキャッチできれば、それは本当に素晴らしいと思います。そしてちょうど10月18日から社交性とかね、愛情とかお金を意味する金星がいて座に入るということで、お羊座の皆さんにとってはね、その友達とか新しい知り合いとかっていうものが自分の世界を広げてくれるよっていうのもあれば、または普段の自分のテリトリーとは違うところにいる遠いところの人とつながりやすいねとか、そういうのもあります。でお友達という関係だけじゃなくても、ご自身がそういう何か自分今までなかったもの、なかった情報とか知識とか専門知識を取りに行きたいとか欲しい、知りたいということで、非常にすごく学びのエネルギーとしては高い、なんか学ぶのが楽しいみたいな、そんな感じもあります。なのですごく楽しいと思いますよ。このエネルギーとしてはすごく強いんですね、10月末のエネルギーとしては。でそれをもうご自身も感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。ここまでの流れも本当によく頑張りましたよって言われてる気がします。自分の中でちゃんと燃やしてきたものがある、情熱を燃やしてきたとか、厳しい状況の中でも頑張ってきたんだっていうことがあるって感じがするんですね。もうそれをぜひ認めてください。自分がどれだけ頑張ったかっていうその行動や情熱と、その感情的に満たされるかっていうことっていうのは別なわけですよね。よくこうダイエットとかその体を鍛えるっていうこともよくあると思うんです。どれだけやっても体重が落ちないとか、どれだけやっても筋肉がつかないとか、なんかそういうこう行動と
プラス感情が一致するかっていうのは分からないんですよね。それでいくと感情的には何かを諦めようとしているみたいな感じがあるんです。もうここまで十分やったしなみたいな感じがあり、もういいかなって、自分の中でもこれで収めていいかなっていう感じがあるんですね。でそう思えるっていうのはやはりここまですごく頑張ったんだなっていうのがありますよ。すごくここで戦車っていうのが出ていて、決して平らな道ではなかったけれどもご自身自分の中では頑張ったんだと、なんかいろいろ挑戦して、でもガタ道でも頑張って進んだよねって、それを頑張ったやりきったっていうその行動は本当に称賛されるべきものだっていう感じがします。自分では満足いってないとか思うかもしれないけどね。そしてこの行動っていうのは目には見えないかもしれないんですけど、着実にゆっくりとなんですけど自分の魅力や能力や何か価値あることとして自分の身になってますよっていうふうに言われています。でさらにここからどうしようかなという選択肢が出てくるって感じがしますね。10月後半にもうちょっと頑張ってみるか、それとも違う方法でやってみようか、これまでの情熱とは違う情熱っていうものが出てくるのかもしれないということで、ちょっと現状を決して全然投げやりにしてるわけじゃないし否定もしてないしいいんですけども、このまま進むのかちょっと違う方向に行くのかどうしようかなみたいな感じがすごく出ています。そしてその後にですということで、確かなんか12月までの流れだったかその10月の頭だったかちょっと忘れましたけど、その時もやっぱり死神というカードが出ていて、これはやはり何かがもうね完結する、終わるっていう感じなんです。で何かを終えられるということです。これは別になんか痛い思いして突然終わるとかそういうのことではなく、ここまでやったことの中で完結する、これすごくいいことだと思います。ちょうど今朝思ってたんです、そんなことをね。私もお羊座なので完結するんだなみたいな感じで思ってたので、これを見てすごく納得しました。一つの時代が終わるって思うぐらい、ここまで要するに頑張ってきたことを自分で収めていくんだと、終えていくんだって感じがします。でそしてその後ですね、ものすごい力が湧いてくるって感じがあって、女教皇っていうのはまたね2つの可能性があるんですけど、自分の意志や体力だけで何かを推し進めていくっていうのではなく、自分に与えられている啓示のようなもの、今これをこうするべきなんだなとか、こういう可能性もあるな、こういう生き方もあるなみたいな、すごく崇高な意識で物事を見ています。でこれは自分にとってのこれ天職なんじゃないかなって思うような、これ自分の使命なんじゃないかなって思うようななんかインスピレーションというものを受けるかもしれません。でそれによってね、もう本当に世界は明るくなるということで、ものすごい力強いエネルギーの中にいますね。例えば本当にこれは意識的にそのように完全にねきちんと自分の中で収めることができれば、何かを終えるとか自分がやったことを自分でちゃんと認めることができて、なおかつ次のテーマみたいなものをちゃんと自分で見えてる方にとっては、よしもうそれでいくぞとか、それをうまく生かすとかうまく生かせないとかそういうことではなくて、ご自身の中でここまでの流れ自体が本当に素晴らしい宇宙の恩恵だったなって感じもあり、それをちゃんと自分で手にできたっていうものも素晴らしいし、そこからまた次のなんて言うんでしょう、次のテーマみたいなのも出てきてるってことは、もう絶対これはこうなることなんだみたいな、何か自分がすごくこの宇宙の流れの中に生かされていて正しいんだっていうことを感じられそうな気がするんですね。でこの意識になると、自分で自分のことを信じられるようになると、たとえ外側の世界で雨が降っていたとしても、風が吹いていたとしても必ず太陽がそこにあるということは分かってますから、嵐の中でも曇りの日でも自分に注いでいる太陽の光をちゃんと感じることができるということで、めちゃくちゃいいんですね。だからすごくやっぱり10月の末っていうのは、皆さん一人一人の中で重要なサイクルが一つ終わり、新しくいくって感じがします。外側の世界はあまり関係ないんですね、これは。もちろんたまたまそのタイミングで合ってる方っていうのは何か終わりました、うまくいきましたみたいなのもあるかもしれないけれども、一番は自分の気持ちの中や自分の在り方として大きな気づきがあるんだなと思います。で外側の世界関係ないっていうのはいくらでもその方の自分のマインドや状況が良ければ
いくらでも外側の世界は変えていけるので、あまり外側から変わるわけじゃないよっていう感じがしました。そしてこれだけね、何か大きな自分の中での気づきや新しい進化があるんですけど、それに伴いそういう時っていうのはやはり完全に白か黒かっていうふうに気持ちを切り替えるっていうのは難しいので、何かちょっと気になることもある、これはね。だけれどもそれをサポートしてくれる人がいる、ちゃんと分かってくれる人がいるとか、話をしたら聞いてくれる人がいるとか、ちゃんと誰かに支えられてますよって、一人じゃないですよっていうふうに言われているので、非常にご自身ではいろんな浮き沈みがあるかもしれないけれども、安定した運勢の中にいますと。でそして一番面白いなと思ったのが、一番言われているのは、感情的に興奮するわけじゃないですからねっていうふうに言われてるんですね。これだけ大きな気づきがあって、こんだけ大きなもう恩恵だってなっても、だからってうわーって興奮したりとか喜んだりしてるわけじゃないんだよって、気持ちはめちゃくちゃフラットですよっていうふうに言われてるんですね。どっちかっていうと面白くないっていうぐらいの感覚かもしれません。だけどいいんです。安定とか安定安心って面白くないエネルギーなんですよ。すごく安全だけど。でその感情的にすごく面白いとか興奮してるとかっていうのは、状況的にもしかしたら危険な状況かもしれないということで、状況的にはそんなにね大きく動くわけじゃないですよ。だけど皆さんの魂の成長としては、ここまでのことをやってきたことをすごく成長として自分で捉えて収めて一つ終えていくことによって、新しくもうさらに人として磨かれたみたいな感じでいいものがあるねって感じなんです。で多少心の中でちょっとした心配事があったりとか、どうかなって思うことがあったとしても、新しい道に行く時っていうのは常にそうですから、あったとしてもちゃんとそれを理解してくれる人がいるよって、見守ってくれる人がいるよっていうことなので、感情的な保証とかそういうのではないんだよっていうふうに言われてるんですね。感情の保証がない。だけどものすごく運勢としては強く温かく気づきを与えてくれる時だよって感じです。ちょっとお仕事のこと見させてください。まあね、11月1日がまた次の新月で、11月4日からねまた頑張るぞっていうようなバイタリティ湧いてくる時があるので、10月末は十分この温かさを感じてほしいなって感じがします。お仕事、カップにペンタクスナイト、マジシャンということで、仕事いいですね。人との関係が非常にいいです。ゆっくりと計画していってくださいって感じがします。人と関わって、ミーティングしたりとか、何か交渉したりとか、人と関わって話し合いをするブレインストーミングでもいいですし、そうすることによって非常にいろんな案が湧いてくるみたいです。でその案を形にしていくのはゆっくりでいいよっていうふうに言われてますね。またはご自身の中でこんなことしたいんだとか、こうしていきたいなっていうものがあったとしたら、それをやるだけのバイタリティあるんだけど、時間をかけてゆっくりと準備する方がいいかもしれないなっていう感じです。こんな楽しそうなことっていうか、こんなにいいものがあるんだから慌てる必要なんか何にもないみたいな、ゆっくりじっくり味わいながらその仕事を進めていってくださいって感じがしました。そしてもしもっと早く結果を出したいんだけどなみたいな、そういうことを思ってらっしゃる方がいるとしたら、情報交換や心境の確認とか、相手の状況を知るっていうことは全然早くできます。だけど物事ってなんか押しても動かない時は動かないから、状況的に難しいのであればご利用しなくてもいいよって感じかな。なんか今これやってる間に別のことしときたいとか、これをうまくやるためにこっちの準備もしときたいみたいな気持ちあるかもしれないんですけど、それだけやる余力がある方は全然やってくださいって感じかな。でもどれだけ手を出したところで進むスピードは一緒ですよって感じがしました。はい、ちょっと人間関係見させてください。ペンタクルスの10、ワンドの5、また出ましたね、女教皇。いいですね。10月の後半って本当に10月はね、人との交流も盛んな時ですから、何か人と関わる機会がたくさんある
方が多いんじゃないでしょうか。一人の人との関係性というよりも、何かたくさんの人が集まる場があるとか、たくさんの人がいるような状況の中に自分が身を置いていたりとか、またはその職場とか友達だけじゃなくて家族との関係だったりとかっていうことで、いろんなタイプやいろんなシチュエーションの中で人と関わってるなって感じがあります。で、中にはもちろんあったかいみたいな、こういう人たちと仲良くできて嬉しいっていうのもあれば、非常に刺激を受ける、刺激を受けて私も頑張らないととか、もっとやらないとみたいな、そういったいい意味での刺激を受けるっていう人間関係もありそうです。ただこの期間ね、そのさっき言った何かを終えるってあったんですけど、それによってものすごく崇高な自分の意識っていうのが出てきそうで、これは理屈じゃないって感じがするんですね。自分の情報としてこういうのを持ってるからこれが言えるとか、直感でとかじゃなくて、もう両方統合されたところから来る情報ですって感じがして、まるでチャネリングのような感じですね。はい、なので人を通して自分の直感も磨かれますし、何かビビッとくるような人との関係があるのかもしれませんね。ただもう一つ言われているのは、人ってね、完璧な人がいるわけじゃないので、どんなに素敵な人だと思っても違う側面から見たら違う風に見えるとかね、あるじゃないですか。優しいっていう風に捉えることもあれば、それが頼りないっていう風に捉えることもあれば、誠実だって思うこともあれば、保守的だって思うこともあるみたいな、一つの人っていうのはいろんな方面からいろんな風に見えますから、この人ってこういう人だわみたいな、そういう一つの凝り固まった視点で相手のことを見ないようにしてくださいっていうような気もしました。どちらもあるのが人ですからね。そんな感じですね。それとですね、ちょっと他の星座の方のところでも言ってるんですけども、もし恋愛運だけ特化して見たいという方がいらっしゃったら、ぜひコメントをお寄せください。いつも私全体的なことを見て、その人の成長を見て、仕事運や人間関係っていうのを見てるんですけども、特化して恋愛のことを見たいという方のニーズが多ければそういう動画を撮ろうかなというふうに思っています。恋愛でなると全く置き方も読み方もまた変わってくるので、どうなんだろうっていうところでですね、ニーズがある方はお知らせください。誰もなかったらやらないかなはい、そしてもう一枚、オラクルカードを見てみたいと思います。感情的に興奮してるわけじゃないんだよっていうのが面白いですよね。こんだけいい気づきがあるのにね。はい、コンシャスステップって前も出ましたか？これよく出ませんか？このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんもご自身の直感でね、メッセージ受け取ってくださいね。何回も出てくるってどういうことみたいな、何を言ってるのって、本当に自分は意識的な一歩を踏み出せてるかなっていうことを、もしかしたら問いかけてくれているのかもしれませんね。どうでしょうか。本当に楽しみにしてたことや本当に望むことに関しては、勇気を持って一歩行きましょうみたいな感じがします、私はね。はい、ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回10月末ぐらいにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。